皆さんこんにちは。デビルメイクライ5スペシャルエディションサウンドチームです。イエーイ。本日はデビルメイクライ5スペシャルエディションサウンドメイキング秘話効果音編ということで、新しく追加されたバージルの SE やスペシャルエディションで新たに追加された機能についてお話ししたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。では、簡単に自己紹介からじゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ僕からいいですかね。今回ですね、バージルのキャラクターおよび、武器ですねを、交換を担当させていただきましたサウンドデザイナー中山翔太郎と申します。よろしくお願いします。はい、サウンドプログラム全般および新ハードへの対応を担当しましたサウンドプログラマーの丸谷です。よろしくお願いします。はい、じゃあサウンドディレクターの元井です。バージルの SE をはじめとしたサウンド全体の監修とか、あとはボイスの実装とか、あとはスペシャルエディションで追加された新要素の実装とかを担当しました。はい、では今回は SE 編ということで、この3人でお送りしたいと思います。お願いします。じゃあ早速バージルの効果音についてお話をしていきましょうか。はい、はい、じゃあ今回実際に効果音制作を担当したのは中山さんなんですけど、はい、どんなとここだわりました？そうですね、新しいそのどんどんハードが出ていく中、昔ながらのその音っていうものと、新しく追加すべきとか表現していくべき音をどういうふうに共存させていこうかというのがですね、とても大きな課題としてあったというのが一番大きいですかね。例えばですけど、特にデビルメイクライシリーズとかって、ユーザーの方々が遊ぶ上においても音とかに関してもこの音がここで鳴ってくんないとっていう、要望がとても多いと思うんですよね。特にね、バージルとか3から、3から来て、4SE と来て、そうですね、はい、そうですね。おなじみの音とかいっぱいありますよね。やっぱりね、これがなんないとちょっとね、やっぱがっかりしてしまうっていうところがあると思うんですけど、今回そのエフェクトですとか、やっぱりどんどんリッチに豪華になっていってるので、音に関してもその辺はやっぱ新しく、なるべくこう、例えばこの技に対してはこの音、この技に対してはこの音っていうように、細かくそのさらに細分化していけたらいいなって考えていたんですが、その辺のその自然さをどのぐらいで保ってればできるのかなっていうのを一つ大きな課題としてやらせていただきました。はい、例えばじゃあヤマトに関して言えば、基本的に振ってる音っていうのも、同じ音は、ほぼ使ってないですね。そのほぼっていうのは表現上同じでむしろかっこいいっていうのは使っているんですけど、他の要素として考えられるところは全て、それぞれ固有の音として、持たしております。今回、弊社のですねホーリーステージの、社内のスタジオにて、模造刀と呼ばれるですね刀の音を出す専用のそのなんて言ったらいいんでしょうか、音を出す刀みたいのがあるんですけども、写真出しときましょうか。多分今そう皆さんが見てるご覧になってるやつだと思うんですけども、そういったですね模造刀ですとか、あとは、鉄パイプとか、ファイバー樹脂のなんて言うんでしょうね、そのプラスチックの細い棒ですとか、そのなんか要はヒュイヒュイなるようなものですかね、そういうのをいくつか組み合わせて、何十種類かなぐらいの音はいろいろ収録を実際にしております。でそれをいろいろ加工して組み合わせて、大和という日本刀の刀としての、いわゆる素振り音っていうんですかねのウーシュ音を、制作してみました。はい、敵のバージョンもね結構すでに音はね入ってはいたんですけど、そうですね。そうでこれが結構ポイントで、今回ねそもそも、デビルメイクライ5の方で、バージルっていうのはもともと敵のキャラクターとして遊べていたかと思うんですけれども、これがプレイヤーになるにあたって全く同じ音で鳴らしちゃっていいのかっていう話が当然出まして、なんかせっかく遊んでもらうのにね敵と同じ音鳴ってるってちょっとなんかそうですね、なんかね
お得感ないなそうですね、みたいな。分かりやすい音ではあるんですけどね、うんあんまりねザシュザシュっていう、うんあんまり気持ちよさは敵の音には入ってないんで。ですよね。やっぱ敵の音ってやっぱ敵としてこうデザインされてると思うんで、ですね。これやっぱりプレイヤーサイドとして遊ぶってなった時はまたねちょっと違う音が鳴ってもっと爽快な音が鳴った方がもう絶対いいよねって話になって、でなので全部基本的には作り直しております。まあそんな違和感なく聞こえはすると思うんですけど、そうですね。実はね次元座のみたいな音とかもね、密かにね密かに結構もう数時間かけてこう細かくいろいろ調整は、そうなんですよね、しておりますね。その辺もちょっと楽しみながら遊んでそうですね。もらえたらとぜひぜひちょっと聞いていただけるとありがたいですね。で例えば他にもまあベオルフとか、ミラージュエッジとか出てくると思うんですけど、ベオルフはねもう本当にどれだけ音をこうなんて言ったらいいんでしょう、圧迫できるかというか、まあどう考えてもあの武器はもう重たいくて強いものを砕き壊す武器だと思うんで、まあ基本的なデザインももうほぼちっちゃい爆発が一発一発パンチとキックに振り分けられてるようなサウンドデザインをしております。でそうですね、ミラージュエッジに関してはあれは今回多分武器の中でも最も前作から変わってしまったというか、そうですね、前のフォースエッジがねそう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 フォースエッジあってそうなんですよ。基本性能はそれとはあんま変わらないっていう感じだったんですけどね。そう見た目が偉いね、まあ青いもやというか、そうですね、これはそのまま使えないぞと。そうですね、まあ、あたかも幻影剣がこうちょっとね大きい刀にそうですねなったみたいな感じになってたんで、まあその今までは普通の鉄の剣の音が前作までは鳴っていたんですけども、さすがにこれでそれはなんないよねって話になって、まあ何通りですかね、結構試しましたよね。試しましたね。最初ねボンボンみたいなやつそうからね。そうそう、エネルギー対応なんていうかね、エネルギーソードじゃないんですけど、なんかそんなようなデザインとかも作ったり、結局多分 5,6 回ぐらいそうですね、やり直してもらいながら試行錯誤してでまあいろいろバランスを取った結果今のがいいかねって話になったんですが、エネルギーのボンボンっていうのとちょっとガラスっぽいそうですね雰囲気を足したっていうね。基本的にそのバジルって結構その、ね、全体的に色味とか、そのキャラクターの性格の設定も相まって多分青い印象があると思うんですよね。ダンテは赤だと思うんですけど、青い涼しい、例えば青ガラス、それから氷みたいなそういうイメージがあると思うんで、基本的にミラージュエッジとか幻影剣を中心にエフェクト的なそのサウンドっていうのは氷とかガラスの要素を散りばめたようなちょっと涼しそうでクールだけど、その下にはこう重低音の、迫力のある低音とかが散りばまった音のまとめ方をしてみました。はい、今回ね結構必殺技とかもいっぱい増えたりしてね。そうですね。もう次元座絶なんかもおなじみの感じのやそうですねつをはいさらに豪華にしたそうなんですよ。あれも結構低音とかは俗に言う、これ音楽やってる人は分かるかもしれないですけど耳コピと呼ばれる、ね、効果音ってもちろんそのレシピがあるわけではないので、こう例えば前に作られている音とかをじゃあ新しいゲームでもう一回作り直そうって時ってもう耳で聞きながら大体その音の成分を聞いてこうじゃないかなって作っていくしか方法が基本的にはなくて、で、今回の場合さらにそのイメージを壊さないまんまよりモダンな音にしようというコンセプトだったんで、結構そうですね、パターンは試しながら調整に調整を重ねてそうですね。一番いいのはね、それを気づかないぐらいにそうですねシンプルに楽しんでもらえるみたいなのが多分一番いいデザイン時の技がかっこよくなってるぐらいのね軽い気持ちで遊んでもらえるのが一番いいですね。そうなんです。企画の方ともね映画出来上がる前から絶って時が止まってるやつで、そうですよね、曲止めたいみたいな話をしてて、意外とね絶めっちゃかっこいいんですけど案外3連発とかで打てちゃったりするんで、完全無音にするとやっぱりもう曲が止まってなって止まってなったりしてね、最初はそうしたんですよね。そうなんですよね。
そうなんですよ。やりきっちゃうとちょっとあれやったんで、もう絶妙なラインで曲を残してよく聞くと後ろでなんかちょこちょこ鳴ってるみたいななってるけど、まあもうほぼ止まってるように聞こえるぐらいの絶妙なラインを攻めてね。そうだとね、ノートのチャキーンっていう音がね、そう、ノートとかもまさにもうポイントだと思ったんで、あれをもうさっきのフォーリーステージでですね、もうチャキンだけをもう数十音サンプルで取りまして、でそれをまあ加工して、使っているという感じですね。こだわりですね。絶はだいぶこだわりましたね。そうですね。あれはやっぱね一番メインのかっこいい技ですからね。そうですね。その他派手な技とか何かありますか？そうですね。他には例えばベオルフの、必殺技であるですね、ヘル・オン・アースというすごい技があるんですけども、もうあれなんか本当にもうなんでしょうね、もう核爆発というかですね。そうですね。もうちっちゃい音から始まって、ラグがあった後にこうブワッとこう始まるような、効果音で締まりますしかっこいいですね。そうなんですよ。終始ドギャンバコーンって言わせると、まあちょっとモダンじゃないかなと思って、一つの音の時系列の中にもいろんなそのすごい鳴るとこと鳴らないとこと柔らかい音と硬い音とかが忙しくなるようなデザインにしてみました。あとはですね、スペシャルエディションで追加されたモードで、レジェンダリーダークナイトモードってね、4SE でもおなじみの敵がめちゃめちゃ出るっていうモードがね、あったんですけど、まあ 4SE に輪をかけて敵がめちゃめちゃ出るようになってるんでね、すごい絵になりますよね。そうですね。もうヘルとか30体とか50体とかね、もちろんそれもサウンドもね手を加えてまして、そのままやとほんまにヘルの声でも自分の音が聞こえないみたいなね普段のヘルが30倍50倍いるわけですからね、っていう状態になってたんで、まあその分敵が多い時には自動的に音量が下がるように調整しつつ、かといって攻撃ボイスもう下がっちゃったら、どいつが攻撃してくるのか分かんなくなっちゃったりするんで、足音とか絹ずれとかそのカツカツ言ってる音とか、そういうのから優先的に音量ガンガン下げていってっていうので、結構そのレジェンダリーダークナイト用にもだいぶ調整してますね。そうですね、そうですよね。でね、絶で倒すともう全員がもううわーって言うんでそうなんですよ。全員がブワーって言ったら、そのままやブワーが5030になるわけなんで爆音状態になってしまったんでねかといってそれも下げすぎると絶とかに倒した時になんか爽快感ね、そうですよ、迫力はあった方がいいなっていうので、絶妙に何匹かだけ声を出すみたいな処理をね、入れつつちょうどいい感じにね、爽快かつ不快な爆音にはならないようにっていうね、細やかな調整とかもしてましたね。レジェンダリーダークナイトでおすすめなのがスペシャルエディション、PS5 と Xbox シリーズ XS の方で入っている 3D オーディオモードっていうのがあるんですけど、じゃあその説明は丸谷君にお願いしたいと思います。はい、今までの音の表現って、大体2次元で行われてたんですね。右左スピーカーとかヘッドホンにある L と R で、ちょっと豪華なセットを持ってる方だったら5チャンネルっていう形で後ろにスピーカーを置いてホームシアターみたいな形で映画とか見るときに音を楽しんで買った方が結構いらっしゃるとは思うんですけど、新しく 3D オーディオっていう考え方が表現できるようになったので、上下方向ですね、上と下っていうのも音で表現できるようになっていったんですね。あと、上と下が表現できるようになっただけではなくて、前後とか左右のなんですかね、空間の広がりって呼ばれるものが今までより細かく表現できるようになったんですね。もう右からバンとか左からバンって極端に鳴らすんじゃなくて、もっと少し左にいるよねとか、ちょっと後ろ、ちょっと前にいるよねみたいな、そういう細かい表現がその辺がリッチに表現できるようになる。そうですね。それもね活かせるような機能をねスペシャルエディションに入れようってことでね、で、その 3D オーディオモードを入れたんですけど、オプションでね切り替えられるんですけど、3D オーディオモードっていうのをオンにしてもらって、かつ、各ハード、
PS5 とか、Xbox シリーズ XS だとかの、ハードの機能で 3D オーディオ機能をオンにしてもらうと、なんと上からだとか、あとはまあより精細な後ろ方向、前方向の位置が表現できるようになるっていうね。そうですね。まあ上方向にねあるギルガメスとかやとね、下に入り込むとちょっと上やなみたいな。確かに迫力ありますよね。迫力あってね。いいっすよね。だとか、あとは後ろとかで言うと、さっき言ってたでレジェンダリーダークナイトモードでめちゃめちゃ敵がいるときに、まあこれオフやとちょっとまあ密集した位置にブワーって敵がいるイメージの音のなり方になるんですけど、オンにするとちょっとふんわりというか、なんかより広い範囲敵がいてて包まれてる感じ、ヘルとか円風さに包まれている体験ができるんでね、ぜひぜひね最新ハードで遊んでる方は逆に円風さファンの人にはそうですねクリーチャーファンにはぜひねしっかり囲まれてる感が出る包まれてる感じでぜひちょっと体感していただければと思いますね。ですね。はい、ということで、デビルメイクライ5スペシャルエディション、サウンドメイキング秘話 SE 編でしたね。はい、いかがだったでしょうか。効果音に関してもね、いろいろ BGM と同じで今回いろいろねこだわって作ったので、そうですね。そういうことも思いつつ、とはいえまあ気にしすぎず爽快にゲームを遊んでもらえたらなと思います。それではまた皆様またありがとうございました。ありがとうございます。